はいどうも、K でございます。今回はね、家で作れるシューの焼き方を簡単にレクチャーしていこうと思います。作り始める前に、まずオーブンを200度に余熱で温めておきましょう。でも家のオーブンだったら、オーブン開けるだけで温度めっちゃ下がっちゃうんで、僕はいつも10度プラスして余熱してます。なんで、今回は210度で設定していこうと思います。定期的にこんな感じで家でできるお菓子作りの基本的な解説動画もアップしていこうと思っているので、これからも見たいと思った人はぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。材料は概要欄の方に書いてるんですけど、一応卵、バター、薄力粉、水、塩でございます。すごい簡単な材料ですから、スーパーに行ったらすぐに揃えられます。薄力粉はダマになってしまうので、しっかりふるっておきましょう。ちなみに今回の動画はもう本当にシューだけの解説動画となってますので、中に入れるカスタードクリームとかの解説はこちらの別の動画の方で解説してますので、ぜひ興味あったらご覧ください。はい、材料揃いました。こんな感じです。シュー作るときは一回作業を止めたくないんで、あらかじめ準備できるものは準備しておきましょう。ということで、絞り袋を先にね、口金突っ込んで準備しておきましょう。シューといえばね、焼いてる途中にしぼんでしまったり、逆にね、そんな上がってこなくてぺったんこになってしまったりとかね、いろいろ失敗するパターンがあるんですけど、ポイントさえしっかり押さえてしまえば、もう誰でも簡単に作れるようになるので、今回はそのポイントについてしっかり解説していこうと思います。はい、ではまず鍋に水とバターと塩一つまみ突っ込んで、火にかけます。中火でも強火でもどちらでも大丈夫です。バターが完全に溶けたら火を止めましょう。で、あらかじめふるっておいた薄力粉を一気に入れましょう。で、ゴムベラか木ベラどちらでもいいので、しっかり練っていきます。少量やったら別にふるわなくてもなんとかなるんですけど、たくさん作るってなったら粉ふるってないとこの時にダマだらけになってしまうんで、できるだけふるっておいた方が無難ですかね。最初のうちは粘っこいんですけど、しばらく混ぜてるとまとまってきてひとまとまりの生地になってきます。はい、こんな感じで軽くひとまとめになってきました。ひとまとめになったらもう一度中火にかけて、加熱しながらしっかり混ぜていきます。この工程はシュー作る上でめちゃめちゃ大事な工程なんで、しっかり押さえておいてください。ではなんでもう一回再加熱するのかっていうとですね、小麦粉の中に入ってるグルテンっていう成分を加熱することで強くして、生地の固形性をしっかり持たせたり、焼く時の生地の膨らみをしっかり安定させるっていう理由でもう一回加熱してるんですね。でこの再加熱の主な上がりの目安なんですけど、鍋の底に薄い白い膜がついたら OK なんです。でもちょっと今僕がやってるこの鍋テフロンなんで、あんまり白い膜がつきづらいんで非常に分かりにくいと思うんですけど、他の目安としては温度ですね。温度的にはだいたい70度から80度ぐらいまでの温度で揚げてもらったらベストかなと思います。温度計なかったら指突っ込んでね触ってもらって、熱っってぐらいの感じの温度で大丈夫です。ちょっと抽象的で申し訳ないですけど、あと生地の見た目で判断するポイントとしては、生地にツヤができてちょっとねひとまとめに鍋からポロンと外れるぐらいひとまとめになる状態になったら上がり具合なのかなと思います。はい、生地が温まってきたんでボウルに移します。滑りやすいんで下に濡れた布巾を置きましてボウルを置きましょう。で卵を1個ずつ加えます。で最初はこんな感じで、生地をね切るようにサクサク切るように混ぜてもらって、生地と卵が接する面積を増やしてあげます。で生地を細かく分散できたらゴムベラの角度を変えてですね、平たい面でペチペチボウルに叩きつけるイメージで混ぜていきます。はい、ペチ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 で1個が混ざりきって、まだちょっと硬いですのでもう1個加えます。でこの卵を加える工程も非常に重要なポイントで、あらゆる要素によって卵の入れる量が変わってくるんですよ。まず一つ、最初水とバター沸かしたじゃないですか。そこで火を沸かしすぎてしまった場合は水分がかなり減ってる状態なんで、卵をねあんまり入らないっていう時もありますし、その卵自体の、その容量にもよるんですよ。S 卵とか M 卵とか L 卵とかあるじゃないですか。それによって入る量も変わってくるんで、完全にレシピ通りの卵の個数ってわけじゃないんですよ。ここばっかりはもう絶対にその自分の目で判断してください。判断の目安はよくね本とかに載ってるんですけど、
最終的に混ざりきった後にゴムベラとか木べらでも生地を持ち上げて軽く落とした後に逆三角形の形にシュッてなってたら最適な硬さです。でこの場合はちょっとねレシピ通りに2個加えてもちょっとまだ硬かったんで、プラスでもう2分の1個ぐらい加えます。はい、生地を持ち上げてゆっくり落としてあげて、はい、こんな感じでしっかり逆三角形の形になったら OK です。もうツヤもかなり出てきてますよね。これが完璧な状態です。はい、今からシュー生地を絞り袋に詰めていくんで、適当なコップに、先ほど作った絞り袋をセッティングしましょう。はい、しっかり入れていきます。はい、パツパツにしといてこんな感じ。では次は鉄板に油を塗っていきます。基本はバターなんですけど、ちょっとバターいちいち溶かして塗るのちょっとめんどくさいんで、今回は、サラダ油を薄く塗っていきます。はい、ちょっと垂らして、あとはキッチンペーパーでさーっと広げていきましょう。はい、こんなもんです。では早速絞っていきましょう。絞るコツとしては、絞る時の口金の高さは一定にしておきましょう。ここで上下してしまうと綺麗な丸に絞ることができません。で絞り終わったら、手の力を抜いて横にスライドして切ります。はい、一定の力で絞って絞り終わったら力抜いてシュッと。はい、こんな感じです。はい、こんな感じで一定の間隔でどんどん絞っていきましょう。はい、ちょっと時間かかるんで倍速します。はい、綺麗に絞れました。で本当はね卵塗った方が色がついて綺麗に上がるんですけど、今回はちょっとね塗り卵なしでいきます。で塗り卵なしでいくときは、霧吹きで水を吹いてあげましょう。表面が乾燥しちゃうとね焼いた時になかなか上がってくれない可能性があるんで、この生地がしっかり上がるようにしてあげましょう。であらかじめ予熱しといたオーブンでだいたい15分から20分ぐらい一気に高温で焼いてしまいます。ちょっと感覚近すぎたかもしれないですけど、結構いい感じに上がってきましたね。しっかり上がるまで高温で焼き切りましょう。はい、いい感じに焼けてきたんで、今からちょっと温度を落として中の方しっかり焼いていきます。でもね、うちのオーブン210度から180度に一旦落としてそこから焼くみたいなできないポンコツなんで、一回オーブンを切って、でもう一回ね、180度に予熱します。で、この予熱する時のじんわりした火で焼いていこうと思います。5分10分ぐらい焼いていきましょう。はい、こんな感じで綺麗に上がってきました。いいねいいね。いい感じに上がりましたね。焼けたんで出してみましょう。オープン。はい、いい感じ。お、いいねいいね。はい、かなり綺麗に上がってくれました。はい、こんな感じです。若干焼き目ありますけどね。これちょっと黒いかな。ベストとしてはここら辺ですかね。ここら辺が一番いいかな。はい、綺麗に上がったね。さあいかがだったでしょうか。今回はシューの焼き方のポイントを簡単に解説させていただきました。先ほど説明したように中に詰めるカスタードクリームの作り方は別の動画で解説してますので、そちらも見てください。シューは意外に難しいんですよ。上がれなかったりね、しぼんでしまったりするので、その時には理由が必ずありますので、そのね、失敗した理由をね、しっかり知ることが大事です。こんな感じでお菓子作りの基礎解説とかパティシエの動画もこれから定期的にアップしていく予定ですので、この動画良かったなと思ってくれたそこのあなたは、ぜひともチャンネル登録、高評価、コメントでの応援ぜひぜひ受け付けておりますので、よろしくお願いします。それでは貴重な時間ありがとうございました。また会いましょう。それではご視聴ありがとうございました。